はい、こんにちは。いきなりタイトルが出てますけれどもですね、今回は初心者の方向けに負けにくくなるコツっていうのをですね、お伝えしたいと思います。この負けにくくなるコツっていうのは、なんとも中途半端な感じですよね。どうせならば勝ちやすくなるコツを教えろやと。今思っていらっしゃる方多いと思うんですけれども、実際トレードって勝ちと負けをこう何度も繰り返してトータルで利益をこう残そうとするゲームですんで、勝ちを増やそうとするよりも負けを減らすっていうことを考えた方が、はるかに簡単なんですよね。簡単で現実的と言えると思います。と言いますかですね、勝ちを増やそうとこう考え出すと、逆に負け出すんですよね。そういう経験ってないですかね。私は頻繁にありました。これ、なぜかというと、結局ですね、1日のトレードチャンスって、やっぱり限られているんで、その中でなんとか勝ちトレードをこう増やそうとすると、結局チャンスでもなんでもない場面で、とりあえず入ってみるか、みたいなことをやってしまうんですよね。で、結果としては負けがこう増えて、で、トータルでは利益が減っていくという、ポジポジ病のパターンですよね。ということで、トータルで利益をこう増やそうと思うんでしたらば、やっぱり勝ちトレードを増やすっていう考え方ではなくて、負けトレードを減らすっていうことを考えた方が確実に効果が上がると、言われております。で、実際、経験上そうでしたんで、今回お伝えしようと思います。前置きはこれぐらいにしてですね、早速この負けにくくなるコツっていうのをお伝えしたいと思うんですけれども、対象は初心者の方限定です。負けにくくなるコツって、言っても、結局は負けパターン、自分の負けパターンを知って、それを減らしていくっていう、それに尽きるんですけれども、それは負けパターンっていうのはやっぱりトレーダーさんごと、トレーダーさんのレベルに応じて変わってくると思うんで、今回は初心者さんに限定した考え方といいますか、コツをお伝えしたいと思うんですけれども、で、初心者の方がですね、陥りやすい負けパターンといいますか、がですね、結局、短期足ばっかり見てしまうっていうことですよね。上位足からの環境認識が重要なんていうことはですね、どんな本にも書いてますし、ブログにも載ってるし、あるいはコンサルとか受けてはる方も、そういうふうに教えられてると思うんですけど、それはもうだから100の承知なんですけれども、やっぱりこうエントリーすることばっかりこう考えているので、短期足、しかもなぜかこう5分足ばっかりこう見てしまうんですよね。そういう方が多いと思います。で、5分足を見て、で、教科書にやっぱり書いてあるのがこう、押し目買い、戻り売りっていうのが一番勝率が高くて利益が伸ばしやすい手法ですよみたいなこと書いてあるんで、それを狙うという。つまりは5分はじっと見て、押し目買いできるかな、戻り売りできるかなっていうのを探すという。こんな感じかと思うんですけれども、例えば、こういう絵なんですけれども、5分足で、こういう、アップトレンドがこうありましたと。で、しっかりこうダウも気づいてですね、ちょうど1波、2波、3波、3波目の、起点で、押し目買いできるポイントに来たようだと。これには書いてないですけど、例えば MA とかがこう表示されてたちょうどね、この辺 MA 走ってて、ちょうど MA 反発も重なるし、ということで、優位性バッチリやなということで、こういう点線のこのイメージですよね。こういう上昇の形をイメージして、ここでロングを入れて、エントリーするんですけれども、あえなく損切りになってしまうという。ここでエントリーするんだけれども、ちょっと伸びた後、ガンと落ちて、損切りっていうこと。こういうことになるっていうのが、多い
と思うんですけれども、でなぜこうなってしまうのかという、こうなることが多いのかというとですね、やっぱりこう上位足を見ていないからということになるんですよね。自分は5分足の押し目買いをしているつもりなんだけれども、実はですね、こういう1時間足の、1時間足、アップトレンドではあるんですけども、すでに高値圏に到達していて、こういう、こっちの方でこう不審になっている、レジスタンスラインがこうあったりしてですね、ちょうどその手前ぐらいで、いやー言って、ロングしてるわけですよね。で、結局この1時間足の、下落の波に巻き込まれて損切りと、こういう形ですよね、になってしまう。っていうのか、あるいはそこからですね、トレンド転換が起こって、ダウントレンド、1時間足はダウントレンドになっているんですけれども、そのダウントレンド中の戻り目形成、この上昇、短期的な上昇ですね。これ5分足ではこういう、やっぱり綺麗にダウを築いて上昇していくので、ここで、5分足の押し目買いポイントだということでまたエントリーするんですけれども、結局はこのまたダウントレンド、本来の1時間足のダウントレンドに戻る波に巻き込まれて損切りというパターンが多いかなと思います。ですので、対策としては2つ考えられるんですけれども、1つはもちろん長期足からしっかり環境認識することなんですよね。ところがそれができないので今この状態になっているということなので、じゃあ2つ目の対策としてね、せめて5分足でエントリーする直前にですね、一度1時間足を見に行く癖をつけるという、そういうことをですね、やってみてはどうかなと思います。どうかなと思いますと言いますかですね、私がこういうことをやって、負けを減らすことができたので、今、紹介させていただいているわけなんですけども、実際これ、効果ありました。この絵をですね、ちょっと今、動画を止めて、この画面をですね、キャプチャーしてですね、この絵を、パソコンの横にでも貼っといてですね、5分足でエントリーするときに、ちらっとだけでもですね、1時間足を確認してですね、この絵で書いてあるような場所、こういう場所でエントリーしていないかどうかっていうのをちょっと確認すると。これだけですね、1秒もかからないんですけれども、効果は抜群といいますか、あると思います。こんなところでエントリーしようとしてたっていう、気づいて、やめるっていうことがですね、割と頻繁にあると思います。で、そうこうしてるうちに、やっぱりその、1時間足、4時間足、上位足ですね。それを見るっていうことが非常に、意味のあることだと、効果のあることだっていうのが、実感されてくるようになるので、そうなってきたらですね、こういった5分足ばっかり見るっていう習慣がですね、徐々に、上位足を重視するような、そういう目線にですね、変わってくるという効果が期待できます。と言いますか、私がそういうプロセスを経て、ようやくですね、上位足から見ることができるようになったっていう、そういう経緯があります。で、これ、もちろん、押し目買いのパターンだけ今回書いておりますので、戻り売りのパターンっていうのは、これを参考にして、ご自身で、作っていただけたらと思います。こんな簡単な一工夫でですね、結果は、かなり変わると思いますので、ご紹介させていただきました。で、実際これって、実際のチャートではですね、どんな場面かっていうのをですね、ちょっと今見たいと思うんですけれども、これですね。この場面なんです。これ5分足、ドル円の5分足で、ちょうどここですね、この場面。
アップトレンドで、しっかりダウを築いて上昇してきたので、今、ちょっと押し目を作っているように見えますよね。でしかもこれ、ここにもこうラインを引いたらですね、いわゆる、なんだこれは、レイジサポ転換ですね。レイジサポ転換もしている。MA はちょっと割ってるんですけども、もう一回こう出ていくようになれば、グランビルの法則で、エントリーできる形になるかなというところですよね。で、しかも、こういうふうな、ショートラインをこう引いておけば、このラインを抜いてきたらエントリーできるかなというふうに見といて、ちょっと進めていきますと、この辺ですね、この辺でこのショートラインも抜いてきたということで、どうでしょう、エントリーできますよね。MA も上抜いたし、ここで、しっかりと、支えられた。このレジサブ転換のラインでしっかり支えられて上昇ということなので、安値切り上げ、高値更新でのエントリーというふうになると思います。このね、絵だけ見ていたら、セオリー通りのエントリーということになるんですけれども、その後どうなっていくかというのを見ていきますと、この辺で高値更新するぞと、調子いいなという感じ方と思うんですけれども、もみ合って、この辺で、含み益から含み損に変わるところですよね。どうしようっていう感じかなと思うけども、窓開けまでしてですね、落ちていくし、で、まだちょっと粘る動きもあるんですけれども、もう一回復活したかなと思いながら見ていたら、やっぱりもうこの辺で、ダメだと。もうこの辺はもうちょっと耐えられないですね。この辺でもう損切りということになるかなと思います。で、じゃあこれ1時間足ではどういう場面だったのかっていうのを見ますとですね、ここですね。ここになるんですけれども、結局1時間足ではこういう、高値をこう切り下げて、安値も切り下げるという、短期的なダウントレンドになっていて、ここ、戻り目を作って、もう一回再加工すると。まさにここで、さっきの絵でいきますと、これかな。ここですね。この場面であったということになると思います。ということで、ご自身のトレードをちょっと今イメージしていただいて、今言ったような、負けパターンがあるかなというのを、なんとなくでも、イメージできる方は、おそらくですね、やっぱりその形になってるんじゃないかなと思います。私自身が、こういうので、負けているのが多かったので、で、なんとかしないとと思って、やり出したのが、せめてっていうやつなんですよね。本当に、最低限の、なんて言うんでしょう、最後の、チェックっていう形で1時間足を見るというのを見ると、ここはちょっと難しいかなっていうのがだんだん気づくようになってきましたんで、それ以降、徐々に負けが減ってきたのは、事実としてありますんでね、ちょっと、ご紹介させていただきました。はい、今回の動画は以上になります。何かの参考になればなと思います。ありがとうございました。